造林学研究室の松森と申します。よろしくお願いします。で私、不真面目な研究者で、先ほど中西先生に最初にお話しあって、その事故後、ボランタリーでたくさんの先生が集まったって、いろんな方が手を挙げたって、その時は全然手を挙げておりませんで、テレビばっかり見ておりましたけれども、事故経って1年ぐらい経った、おととしの3月に、南相馬市の市役所の方が研究室に現れまして、どうも木の中に放射性セシウムがあるらしいと。どうなってるんだということでおいでになった。でどうなってるもこうなってるも全然わかんないので、とりあえず調べてみましょうということで、当時、東大のアイソトープセンターにいた野川先生と一緒に、とりあえず南相馬市に行って、いろいろ調べてみようということをやってきました。で、その、事例報告ということで、させて今日はいただきたいと思います。で、南相馬市、散々出てきている、出てきている地図ですけど、事故のあったところのちょっと北側ですね、の、海沿いの都市です。で、もう少しでかくするとこうなってて、で、ここが南相馬市の市ですね。でも海沿いは比較的こう薄いんですけども、海から遠い方は結構放射能が降っているというところのようです。で、先ほども地図ありましたけども、海沿いは、この黄色いのが田んぼだったり、農耕地で、海から遠い方は山がこう分布しているというようなところです。で、福島県では7割が森林ということでしたけど、南相馬市は多分 55% ぐらいが森林、半分ぐらいが森林で、それが海から遠い側に分布していると。で、その黄色くなっているところっていうのは、田んぼがあったところで、津波で結局1年後行っていくと何にもなくなっているところなんですけども、山の方はもう昔通りの感じでこういう山があると。で、そういうところに行って、調べてこようということです。で、南相馬市もその森林もあるんですけど、結構放射能の影響がないところと結構濃いところとかっていろんな濃さの森林があるというような場所であります。で、そういうところにこう、市の職員の方とか県の職員の方と一緒に入っていって、入ってこうって言っても、1年間やっぱ誰も入らなくなっていると林道が壊れてて、車で四輪駆動で入っていくんですけども、道が壊れててとか、地震の影響もあるんでしょうけども、途中から歩きになったりして、苦労しながら山の中入っていって、で、こういうふうに木を倒してきて、で、根元だけじゃなくて上の方も測ろうということで、こう持ち帰ってきて、放射能を測るということをやってきました。で、とりあえずもう、早速結果だけなんですけども、これは杉の場合です。で、南相馬市、日本的全国そうですけども、杉が多分4割ぐらい。で、あと、南相馬市とか福島は結構松のが生えてたりするですね。で、そういうの、人工林、人が育ててきた林が大部分占めているわけですけれども、で、杉と松を倒して調べようということで、とりあえず杉の場合ですが、で、これは横軸が濃度で、高さが、1メーターから3メーター沖ですかね。で、高さが、23メーターの木の19メーターのところまで取ってきて、幹とか枝の中の濃度を測ったというデータです。で、散々言われているように、枝葉にたくさんある。それから幹に、では、樹皮に、外側にたくさんあるという結果です。で、大体こうやって見て木の中にはないっていうんですが、これを意地悪く、軸をこうちょっと拡大してやると、やっぱ木の中にもないわけではないと。で、これ、色分けしてあるのは、周りが樹皮です。で、その中、木材の材があるんですが、特に中の色の濃いところを芯材って言って、その周りを片材っていう言い方をします。で、この2つを分けて、2つっていうか、樹皮と片材と芯材に分けて分析してもらったんですけども、圧倒的に樹皮にあるんですが、その内側の片材、あるいは芯材にも含まれていると。で、なんとなくこう、木の地面から高いところほど多い感じがあって、なんか芯材の方が片材よりも多いような感じがあったりする場合もありました。これが杉の例です。で、もう一つ、松は、
違う。杉で、さっきのこれは、濃度なんですけども、これに量を掛け算してやれば、どういうくらいの重さがあるかっていうのを掛け算すればいいんですけど、樹皮濃いんですけども、量は非常に少なくて、内側の偏在とかも、芯材が多いので、掛け算すると、こういうふうになると。で、それでも、圧倒的には枝とか葉っぱに、これ、一昨年の段階で、2012年の段階では葉っぱにたくさんある。それから幹だと樹皮に多いんだけど、掛け算すると、そこそこ中にもあるっていうことになるかなというような結果でした。でこれはある木の場合ってことですね。で、もう一つ松、赤松です。でこれも枝葉にたくさんあって、で樹皮にもたくさんあるという感じです。で、これを、軸伸ばしてやると、こっちの場合はあんまり偏在、芯材にはなくて、樹皮に非常に多い感じです。で、これ、掛け算してやって、量でやると、こんな感じで、杉よりも少ない感じ。枝葉にはたくさん、枝にたくさんあるな、ということが、松の場合ということです。で、その切ってきたやつを輪切りにしてやって、それを、イメージングプレートっていうのに乗っけておくと、放射能あるところが黒くなるというやつがあるっていうので、それに使わせていただいて、1メーターから4メーター、3メーター、ずっと19メーターの高さまでの丸太の、薄切りにしたやつを乗っけておくと、この黒くなってる周りの樹皮の部分っていうのがもう真っ黒になってしまう。で、そうなんですけど、内側にもどうも入ってるらしくて、なんとなくこの芯材の形に対応する感じでぼーっとこう、ちょっとこういう点々は多分樹皮が混ざっちゃってゴミっていうか、やり方が下手だって掃除が悪かったんですけども、なんとなくぼーっと芯材の形に出てくると。これが杉の例です。で、やっぱりなんとなく芯材に濃いのかなと。大部分は樹皮にあるとはいえ、中にも入っているようだなという感じです。で、松の方は、こういう写真撮っても、周りにしか出てこない。で、中にはほとんど見られないということで、この画像そのものは定量性ないんですけど、定量データと同じような分布をしているなというのが、こう見やすくなってきたということです。で、じゃあ、どうも木の中にも入ってて、杉の場合はその樹皮の内側にまで入ってしまっているということで、どっから入ったんだろうっていうのがいつも疑問になっているということです。で、よくある絵ですけど、葉っぱから幹の話ですけど、葉っぱからこう入ってくる、あるいは幹の樹皮にもたくさんありますね。それが中入っていったのか。であるいは基本的に根っこから物を吸っているので根っこから入ったんじゃないかとか、いろんな考え方があると思います。で、確かに樹皮には、これは杉の樹皮へっぺがしてきて、表側をイメージングプレートに押し付けた場合と内側をやっつけた場合で、表面にこう反転状に放射性の物質がこびりついている感じ。これ雨の中で雨ざらしで1年間経っててもこういうふうに反転状に樹皮にはくっついている感じですね。あるいはこれ多分塩澤先生後からいろいろ詳しくお話あると思いますけども、土壌の表面にたくさんあると。土壌のところをこう土をひっぺがしてきて、それをイメージングプレートに乗せておくともう、これが20センチかな。なんですが、もうほとんど表層にたくさんある。内側にもあるんですけども、反転状にこう土の中にセシウムがあるけども、ほとんど表層にある感じ。こういう感じで木の周りにいろいろあると。で、どっから入ったんだろうっていう話なんですけども、で、これ、授業で使ってるアニメですけど、蒸散で水が葉っぱから出ていくと。で、そうすると、幹の中の水が引っ張られて流れていくと。で、それで土の中の水を吸うというのが、基本的なものの流れ。で、これ、その土の中の養分とかを吸って、こう、葉っぱに運んでいくという流れがあります。で、ここのところ、幹の中どうなってるかっていうと、さっき言ったように、芯材と偏材っていうのがあって、基本的に水はその偏材を流れていくと。根っこからの水は偏材を流れていく。しかももともと偏材だったところがどんどん内側に死んだ細胞になっていくということです。で、一番外側のところに形成層っていうのがあって、そこで細胞が作られて、木部がどんどん内側に作られていく。で、その外側に、
形成層の外側に支部と呼ばれるところがあって、そこは今度光合成、葉っぱで作られたものが上から流れてくる部分があります。で、その外側は、いわゆる樹皮っていうことになるんですけども、流れが上向きと下向きが狭いところで交差してて、基本的に物のやり取りをしてしまうと混乱してしまうので、結構水は、もうこの管はしっかりしてると。酒樽が水漏れては困るのと同じように、縦向きにしか水は流れないようにできているはずです。なので、この芯材に外から降ってきたセシウムが入ってるっていうのはなんでだろうなっていうのはどうも信じられない感じがしてて、で、基本的には根っこから入ってきてるのかなというふうに考えるのが、なんとなく教科書的にはそういうふうに考えるべきだろうなと思ってたわけです。で、それを確かめるためにっていうか、たまたま、地震の時に伐採作業をしていて、で、津波だのなんだので大騒ぎになってしまって、そのまんま切り材木にせずに、葉っぱがついたまま倒されてた木っていうのが、南相馬市の林の中であったと。で、すなわち、根っこはなくなってる木。で、その林の中にずっと立ってた木と。立ってないですけど、寝てたんですけど、葉っぱがついたままで、葉っぱはしばらく光合成もできますし、部分としては生きてる感じの、で、林の中にあったやつがあったので、こいつを調べてみようということです。なので、根っこから外側にあった樹皮には放射性物質があるにしても、中には入ってないだろうということなんですが、で、結果から言うと、中にも入ってたということです。で、さっきの芯材、片材だけじゃなくて、今回は外側から2、3センチずつ削っていって、少し細かくやってみました。で、もちろん樹皮にもたくさんあります。だけども、どうも中にも出てくると。芯材の方が多いってことはなかったんですが、こっちが、標高 1.3 メーターの高さのところで、こっちは、寝転がってはいましたけども、13メーター、根元から13メーターのところの木材をこうやって調べてみたということです。で、あとこのグラフがややこしいのは、倒れてた時の上側、下側っていうか、空に面してた方と地面にあった側っていうので、半分ずつ分けて調べてみたんですが、空から降ってきて、降ってきたから、上の方が多いかなで、樹皮に関しては、なんとなく上の方が、空に向いてた側が多いかなと思うんですが、中に関してはあんまりその向きの関係がなくて、必ずしも樹皮から川を通って入ってきたんじゃないのかなと思っています。ただ、根っこはなかったはずなので、根っこから吸っていったわけではない。ということで、なんとなく枝葉から入ってきたのが、木部に溜まってんのかなというふうに思っています。そういう証拠ではないんですけども、根っこからではない。根っこがなくてもこれだけの量が木材の中には入ったっていうのはどうも間違いなさそうだということです。ここは、一昨年の2012年にやった調査です。で、杉だと木部にもどうも検出されている検出できるということだったんですが、3本切り倒しただけですんで、少し、結構、労力かかるんですけども、少しずつ増やしていこうということを去年も続けてやりました。で、中に入ってるっていうと、樹皮を剥くときに、測るために削っていくときに、樹皮の高濃度のが混ざっちゃったので、混体してんじゃないかとか言われることがあったので、2013年の時には現場でも皮を剥いてしまって、きれいにしてしまってから持ち帰って、その部分に分けて測るっていうのは少しの工夫をしてみたんですが、で、その結果はやっぱり中にあると。で、今回は、芯材と片材の間に白線体と芯材に変わっていく途中の部分っていうのをもう一つ分けてみたんですが、やっぱり高いところ、地面から遠いところでは、芯材に多い感じがしました。これなんでかわかんないんですけども、そういう傾向があるということです。で、大きい杉、24メーター、15メーター、それから赤松っていう、同じようにやってみました。で、やっぱり、基本的には、枝葉と樹皮に多い。なんですが、2012年の時より比べると枝葉に量が減ってきてるかなという感じです。それから樹皮もやっぱり少しずつ剥がれてっているせいなんと思うんですけど、減ってってはいるんですが、中にはやっぱり同じ程度の量が入ってる。去年よりも増えてるってことはないんですが、それなりに入ってるかなという感じでした。で、松はやっぱり入ってないなという感じでした。で、量掛け算してやるとこんな感じで、さっきのグラフに比べると枝葉
の量と樹皮の量は減ってるんですけども、木材のところにはそれなりに入ってるわなという結果でした。で、その2013年に関してはちょっとこういう枝ごとに、葉っぱのついた枝ごとにこう分けて調べてみました。で、枝8本、8本かな、をいろんな高さの枝を取ってきて、それぞれの枝についている葉っぱを1年生、2年生、3年生ってで、事故があった時の一番新しい葉っぱ、一番外側にあった葉っぱっていうのはこの今3年前なんですけど、3年生っていう、そこが一番濃度が高い。で、その次の年に出た葉っぱっていうふうにだんだん少なくなってくるんですが、いまだに、新しい葉っぱにもそれなりの量のセシウムが入っていると。で、これは外側から伝わってるのか中から伝わってるのかわかんないんですけど、新しい器官、事故の時にはなかった器官でもそれなりにセシウムがあるということが分かってきました。で、方角、原発に近い方が濃いんじゃないかとかよく言われるんですが、そういう方向性は見られずに、枝によって結構ばらつきがあるという感じでした。で、少ない枝もあれば濃い枝もあるっていうことなんですが、その等年生っていう一番新しい葉っぱだけに限ってみると、なんとなくこう、高いところのやつの方が低いところの枝の葉っぱよりも薄いかなという感じで、これなんでかわかんないですけど、なんとなくそういうばらつきにも意味があるのかなというふうに思っています。あと、同じ林の中のさらに小さい木の葉っぱを取ってくると、より濃いセシウムが出てきたので、なんとなくその林間の中での移動っていうのがあるのかなと。下の方が濃くなるっていうか、上の方が減りやすいとか、そういうことがあるのかなというふうには思ってますけども、とにかくばらつきが非常に大きいということでした。一本の木の中でも非常にばらつくというのが、難しいところだなと思っています。で、さらに去年、木倒してっていうのは結構コストかかるので、ハンドドリルでこう穴開けて、とりあえず出てきたやつを測ろうという方法もやっていく、少し点数を増やそうということをやっています。で、それをいろんな、南相馬市、そもそも降ってる量が多いところもあれば少ないところもあるので、いろんな林に入っていって、で、こうやってゴリゴリってやって出てきた切りくずを測定するということをやってみると、もちろん濃いところの方が、空間線量の高いところの方が濃度が高いと。で、それ樹皮、偏在、芯在ですけど、樹皮が高くて、なんとなくこう右上がりの線にはなるんですが、それでも、これ、対数グラフなんで、ここで10倍なんで、同じ場所でも10倍ぐらいの差は出てしまうと、濃度の差があると。それくらいばらつくんだなという感じです。で、ただ、やっぱり赤松と杉比べると、どうやって杉の方が中に量が多くて、赤松っていうのはどんな場合でも少ないなという傾向はありそうです。で、そういう意味で見ると、ヒノキ1本しかやってないんですけども、ヒノキはやっぱ杉に近い感じで、結構中まで入っちゃってる感じだということでした。で、なんで松少ないんだろうかってよくわかんないんですけども、グラフ見て、数字見ててちょっと思ったのは、杉の方が葉っぱが多いんですね。そもそも。で、葉っぱが多い木の方が、木部の中まで入ってるセシウムが少ないっていう、なんかそこに関係があるのかなと思ってます。これも何もわかんないんですけども、そもそも降って、それを木がトラップした量、葉っぱにこう降りかかった量が、面積が小さいやつほど中に入った量が少ない。単純にそういうだけのせいなのか、そもそも生理的に赤松っていうのは中にセシウムが入らない性質があるのかっていうのはちょっとわかんないけど、そういうことを思ってます。で、事故の時に降ったセシウムはそういうことなんですけども、その後伐採して植えてみるとどうかっていうことで、2ヘクタール南相馬市で伐採したところがあって、そこに、ちょっと特殊な形でこういうプラグ苗っていうのを植えてがあります。で、それを、もっとずっとこの後継続調査すべきなんですが、とりあえず半年経って、この間の冬に、半年だけ経った時点でこう引き抜いてきて、量を測ってみると、個体によっていろいろたった5本なんですけどばらつきがあると。で、実はこっちの3本っていうのはこういうふうに、落葉落枝が非常に残ったままの場所。で、下の2本っていうのは、この苗ではないんですけども、伐採作業をするときに車両が通ったり、
するために地表がこう一度地書きみたいになってしまっている場所です。でそういうところは放射性セシウム、土の上の量が少ないんですけども、そういうところはやっぱり少なくて多い。でこの値をこの値で割り算すると、面移行係数っていうのになるんだそうで、この量が多いかどうかちょっとよくわかんないんですけども、そのチェルノブイリとかの報告書を見ると、1000分の1、10のマイナス3乗ぐらいっていうのは、木の、移行係数として、ありがちな数字なようですので、杉もそういう位置づけなんだろうなということで、とにかく吸わないわけではないと。でただこれ吸わないっていうか、周りも散々放射能の土があるところですので、周りから飛んで猫か吸ってだけだっていう証拠にはならないということで、温室の中で、南相馬市のその土を持ってきて温室の中で苗を育ててみると、やっぱりこうやって吸っちゃってると。で個体差は大きいんですけども、中に入ってる様子が見れると。で杉と松の違いがあるかなと思ったんですけど、この結果だけで言うとむしろ、松の方が吸ってるような感じがして、樹種間差っていうことはあるのかもしれませんけど、その松は吸わないっていうことではなく、やっぱ土の中に放射性セシウムがあればそれはどんどん吸っていくんだなというような結果が出てきているということです。で私の報告は突然ここで終わりまして、こういう話をするときにはこうしたらいいっていう提言を出すとか、そういうことが本当は必要なんでしょうけども、私にはちょっとアイデアはなくて、とにかく杉の中に放射性セシウムは入っているようです。でとりあえず今あるやつっていうのは根っこを経ずに入ったようだということが分かりました。でただ同じ林の中でも木によって非常に濃度差がありますし、同じ木の中でも部位によって濃度差がかなりあるようだという感じが、たった数本しか調べてませんが分かってきたということです。でもう一つはその土壌の中のセシウムを当たり前っちゃ当たり前なんですが吸っていくということです。で今後木の上にある外側についている樹皮とか枝葉のセシウムというのはどんどん土の表面に集積していって、今後それがどれくらい根から吸っていくかっていうことが大事になってくるかなと。あと種類によって違いがあるのかなっていうことをいろいろ聞かれるんですが、とにかくこれはもう調べていかないことには、モニタリングしていくことが大事だろうというふうに思って今後ともやっていこうと思っています。以上でございます。